はい、どうも、チャンネル TK です。この動画は、少額投資で配当金を長期的に育てたい人向けの動画になっています。今回の動画では、PayPay 証券で米国高配当株の選び方について解説します。動画の後半で PayPay 証券取扱銘柄、配当利回り、配当付きリストを公開しますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画をご覧の方は、資産運用を始めたい、または始めたばかりの人が多いのではないでしょうか。投資を始めたくてこの動画にたどり着いた方もいると思います。PayPay 証券で米国高配当株を選ぶ際に、どの企業を選べばよいのかわからない、このような悩みを持っている方も多いと思います。実際に PayPay 証券を開設してみたものの、どの企業を選べばよいかわからず悩んでいる人も多いと思います。そこで今回は PayPay 証券で米国高配当株の選び方について解説します。今回の動画を見ると、PayPay 証券で米国高配当株の選び方のコツについてわかるようになります。この動画を見ることで PayPay 証券についての知識がさらに深まりますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらはチャンネル TK のプロフィールです。投資初心者で40歳代からの資産形成を勉強中です。投資初心者の PayPay 証券の使い方や運用実績についての動画を主に配信しています。PayPay 証券を使いながら知らないと損する内容もありますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。概要欄にもプロフィールがありますので、よかったらそちらもご覧ください。それではよろしくお願いします。まず一つ目は PayPay 証券で投資できる米国銘柄は他の証券会社と比べて少ないです。SBI 証券は約5200銘柄、楽天証券は約4800銘柄、PayPay 証券で投資可能な米国株数は144銘柄になります。つまり PayPay 証券で高配当株投資をする場合は、この中から選ぶことになります。次は株を1000円から購入することができます。こちらは PayPay 証券の最大の特徴になります。1株数万円する株を1000円単位で購入することができます。それでは PayPay 証券で米国高配当株の選び方について解説します。PayPay 証券で米国高配当株の選び方のプロセスが3つあります。1つ目は保有したい銘柄を決める。2つ目は景気循環別銘柄数を決める。3つ目は購入する米国高配当株を決めるになります。最後に付録で PayPay 証券取扱銘柄の配当利回り、配当付きリストを公開します。それではまず1つ目の保有したい銘柄数を決めるについて解説していきます。PayPay 証券で米国高配当株を選ぶ最初のステップとして保有したい銘柄数を決めます。結論を言うと、投資初心者の保有銘柄数は10銘柄が良いと思います。なぜ10銘柄かというと、比較的管理しやすい銘柄数が10銘柄になります。また、前述したように PayPay 証券では株を1000円から購入できます。つまり、1万円で10銘柄のポートフォリオを組むことも可能です。少額投資を考えている人は PayPay 証券はぴったりの証券だと思います。次に、2つ目の景気循環別銘柄数を決めるについて解説します。まず、景気循環とは、好況と不況が繰り返されることを言います。変動する過程は、回復、好況、後退、不況のフェーズに分かれ、循環を形成します。回復に強いセクターは、ハイテク株、金融株。好況に強いセクターは、資本財株、一般消費財サービス株、素材株、エネルギー株。不況に強いセクターは、生活必需品株、ヘルスケア株、通信株、公共株になります。こちらは不況に強いと言われていますが、不況時に株価が上がるわけではないのでご注意ください。値下がりが他に比べてマイルドである程度で解釈してもらえばと思います。次に、これらを踏まえた上で景気循環別銘柄数を決めます。例えば、回復3銘柄、好況3銘柄、後退1銘柄、不況3銘柄など、景気循環別で銘柄数を決定していきます。また、銘柄数を決定するポイントとして、景気循環別の分散が大切になります。仮に、公共局面に強い一般消費財サービス株、素材株、資本財株に分散投資したとしても、不況局面で全ての銘柄が激しく売られてしまい、分散投資していると言えません。また、分散している銘柄数が少ないと、1銘柄が資産全体に与える影響が大きくなります。ちなみにチャンネル TK の景気循環別の銘柄は回復2、好況1、後退1、不況7にしています。配当金狙いの長期保有が前提であることと、不
況局面で株価が大きく下がってしまうのを避けたかったので、この銘柄数にしています。次は3つ目の米国高配当株を決めるについて解説します。今回、米国高配当株を決める方法として紹介するのは、配当付きで決める方法と配当利回りで決める方法の2つになります。結果的にこの2つを総合して決める形になると思いますが、別々に解説します。まず、米国株の配当は年4回に分けて支払われます。こちらをご覧ください。こちらはチャンネル TK の米国高配当ポートフォリオの配当金スケジュールになります。各銘柄の丸がついているところが配当付きになります。各月の配当数にムラが出ていますが、各月の配当数を平均的にすることで、各月の配当金の平均化を図ることができると思います。最後に付録の PayPay 証券で買える高配当株のリストを紹介してますので、参考にしていただければと思います。次は、配当利回りで決めるについて解説します。高配当は実際に明確な基準はないのですが、今回は PayPay 証券で購入できる配当利回り 2% 以上の銘柄をピックアップしました。しかし、配当利回りが高い銘柄は何かしらの問題を抱えている場合があります。高配当利回りの株式に投資する前に、企業の財務状況や将来の業績などを慎重に分析して、投資判断を行うことが必要です。それでは PayPay 証券で購入できる米国高配当株のリストを紹介します。こちらは回復フェーズの一覧になります。まず、表の見方について解説します。シンボルは銘柄を識別するために付けられるコードになります。英語ではティッカーシンボルと言います。アルファベット1文字から4文字程度で表示されます。銘柄を探すときにこちらのシンボルで探しても良いと思います。銘柄名。こちらは銘柄の正式名称です。本来英語表記のところを日本語表記にしています。シンボルと合わせて確認していただければと思います。こちらの配当利回りは税引き前の配当利回りになります。米国株の配当金には、米国税 10%、国内税 20.315% の税金が課税されます。配当付き、こちらは複数のサイトから各銘柄の配当付きを調べて表記してあります。間違っている場合があるかもしれませんので、必ず調べて確認してみてください。セクターは各銘柄の所属しているセクターになります。配当利回りや配当付きを参考にポートフォリオの構成銘柄を選ぶと良いと思います。回復フェーズはこちらの14銘柄になります。こちらは公共フェーズになります。公共は9銘柄ピックアップしています。こちらは交代フェーズになります。交代は2銘柄になります。もともと交代フェーズはエネルギー株のみになるので、ピックアップされる銘柄も少なくなりました。こちらは不況フェーズになります。不況フェーズは19銘柄になります。こちらのスライドではまず10銘柄を紹介してあります。こちらは残りの9銘柄になります。各銘柄を景気循環の表に入れるとこのようになります。チャンネル TK は PayPay 証券でお金のなる木を作っています。方法を簡単に説明すると、米国高配当株を PayPay 証券で毎月1000円購入して、高配当株は長期保有、配当金は再投資、これを繰り返してお金のなる木を育てて、配当金の最大化を目指しています。米国高配当株の購入は配当金をもらうことが目的になるので、今回の動画を参考にしてもらえばと思います。また、お金のなる木を作る方法の動画も配信していますので、よかったらご覧ください。概要欄に貼っておきます。最後に注意ですが、今回の解説では企業分析については触れていません。銘柄選びの方法の一つとして参考にしてもらえばと思います。あと、投資は元本割れのリスクを伴います。あくまでも自己責任ですので、リスクの許容範囲内で投資をしてください。それでは今回の動画のまとめになります。今回は PayPay 証券で米国高配当株の選び方について解説しました。まずは保有したい銘柄を決めましょう。次に景気循環別の銘柄数を決めましょう。そして米国高配当株を決めましょう。付録で PayPay 証券で購入することができる米国高配当株の配当利回り、配当付きリストを公開していますので参考にしてみてください。今回の手法で投資している毎月の配当金と含み益報告も配信していますので、
ぜひチェックしてみてください。チャンネル TK は PayPay 証券で米国高配当株1000円積み立て動画を配信しています。今後はチャンネル登録2000人を目指して頑張っています。今後もこのような動画を配信していきますので、応援してくださる方はぜひいいね、チャンネル登録をお願いします。皆さんの応援がチャンネル TK の力になります。また、チャンネル登録をしてくださった方もありがとうございます。質問等ありましたらお気軽にコメントをいただければと思います。また、応援コメントや動画にしてほしいテーマなどありましたら、コメント欄にいただけると嬉しいです。今回の動画は以上になります。最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。